シンカリオンチェンジザワールドということで、皆さん今回の動画はね、ちょっと今までとちょっと違いまして、こちらアニメシンカリオンチェンジザワールドの感想動画です。ということで、このアニメがめちゃくちゃにおもろいということでね、皆さんと感想を共有したいっていうのもありますし、あとはね、シンカリオン気になってる人に対してどんな話なのかっていうのもね、分かったら嬉しいし、あとは、シンカリオンね、見れない環境にある場合ね、たまに一挙放送とかしてるけど、そういう時にどんな話だったっけって思い出したりとか、見たりとかっていうのにね、活用していただけたらと思います。ちょっと長くなるかもしれないので、ラジオ的なね、感覚で聞いていただければ嬉しいです。朝ね、やってる番組で、普通に YouTube でもね、毎週配信してます。はい。ということでね、早速今回見ていくのはこちら、第1話チェンジザワールドです。はい、今もうね第10話ぐらいまでいってるんですけれども、第1話からちょっと感想ね、動画出してなかったんでちょっと出したいなと思って、まず第1話から順番にやっていこうかなと思います。はい。で、こちら第1話のあらすじが、鉄道好きの中学2年生大成大成は行方不明の姉稲の手がかりを求めて新海学園へと転入する。九頭竜亮太、お梅舞と出会い、2人が所属する鉄道部で心躍らせている矢先、町には10年ぶりにアンノウンが出現。偶然にも大成が新カリオン運転手として高い適正値を持つことが判明し、戦う決断を迫られることとなるっていうのがこの第1話の、ざっくりとしたあらすじなんですけれども、めちゃくちゃ良かったね、本当に。ちょっと今までのシンカリオンとも若干ね、ちょっと比べていきたいと思うんですけれども、ちなみに今回のこのシンカリオンチェンジザワールド、これは一応シンカリオンアニメの中だと第3期に当たるんですけれども、別に第1期第2期とかとつながってるってわけじゃないです。本当別の話になってるので、チェンジザワールドから見始めても全然 OK です。はい。で、今回結構やっぱ違う点がありまして、まずこちら主人公大成大成君見ていきましょう。中学2年生のシンカリオン E5 はやぶさ運転士。ここ中学2年生なんだよね。今までのねシンカリオン、例えば初代シンカリオン、はい、この主人公、早杉隼人君など小学校5年生です。はい。そして次第2期のねシンカリオン Zの、主人公も小学校5年生新田真ということで、今まで小5が主人公だったんですけど、今回は中2が主人公となってます。あとアニメのタッチも見てわかるかな、このハイライトがほぼ半分ぐらいを覆ってて、結構ねなんか印象としては結構子供向けなのかなっていう印象がねありますよね。なんですけれども、今回のキャラデザに関してはもう結構ねこう、中2ってこともありますしね、こんな感じでなんか普通のねアニメみたいな、感じのキャラデザしてるっていうところもなんかありまして、やっぱりシンカリオンってだいぶ長尺番組だと思います。2018年だったかな、最初は。すいません、ちょっとうろ覚えですけれども、はい、からやってるのでっていうのを考えると、当時ねシンカリオン見てた子とかはもう結構だいぶ成長してきてるのかなと思いますね。っていうのにもちょっと合わせてちょっと大人な、大人でも楽しめる、もちろん前のシンカリオンも大人も楽しめましたけど、それよりもなんか大人も楽しめるシンカリオンに仕上がってるんじゃないかなと思いましたね。はい。で、あともう一個ね見てて思ったのが、だいぶそのキャラごとの心情の変化であったりとか、掘り下げですよねっていうのがすごい丁寧だなと思いました。僕がねこの第1話でめっちゃ好きなねシーンがこの学校に向かう時なんですけれども、電車に乗るんですよね。そこでこの大成くんが前からおばあちゃんが来て席を譲りたいんだけど
無言で席を立ち去って、そこにおばあちゃん座ってくれたらいいなぐらいの感覚でいるんですけれども、この大勢くんが席を立ったらそこにサラリーマンが座っちゃって、おばあちゃんに席を譲れなくなっちゃうみたいな、シーンがあるんですけれども、そこでこの大勢くんっていうのは優しい気持ちはあるんだけど、ちょっと行動に移すのがちょっとなんて言うんだろうな、弱虫ってほどでもないけど恥ずかしがり屋みたいな、なんかちょっと、そういう人を助けるっていうことに対してあんまりこう得意じゃないのかなっていうね。そこはもう普通の高校生じゃない、中学生ですよ。僕も中学校の時に席譲れなかったもん、恥ずかしくて。だから分かる、めっちゃ。だからそういう面とかでね、感情移入めっちゃできるんですけれども、そのシーンがあってですよ。このシーンが直接的に大好きってわけじゃないんですけど、このシーンがあったからこそっていうのがありまして、シンカリオンに、適正値があるってことが分かるんですよね、大勢くんが。で、そのエルダの部員、例えば、こちらめっちゃ優しいくずりゅうりょうたくんね、はい、くずりゅうりょうたくんとか、あとこのマイさんとかね、この2人にはシンカリオンの適性がないですよ。なのでシンカリオンには乗れない。で、なんと、この大勢はなぜか、シンカリオンの適正値がすごい高いってことがわかるんだよね。そこで先生がね、高輪先生が、大勢ちょっとシンカリオン乗ってくれないかって言うんですけど、やっぱ今までの大勢だったらね、おばあちゃんに席を譲ることすらできない大勢だったら断ってたと思うんですよ。いや、僕なんかにはできませんと。なんですけれども、大勢にはお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんがね、いつも言ってたことがありました。大勢に、あんたは何かを守れる人に、かっこいい人になりなさい。あんたは私の弟なんだからっていう言葉があるんですけれども、大勢はそうちっちゃい頃からその言葉を、ね、お姉さんからずっと言われてたわけで、なんですけど今はもう稲さんはね行方不明になっちゃってて、でどこにいるかも分かんないという状況で、もうその何十年も前の話ですよ、そんなお姉ちゃんに言われたのなんて。なんだけども今回のアンノーンが壊したのが、そのお姉ちゃんとの訪れたことのある橋だったんだよね。その言葉を言われた橋、あんたはかっこいい人になりなさいって言われた橋がちょっと壊されてて、その橋を見てそのお姉さんの言葉を思い出して、そうだ、僕の目標はかっこいい人になることだと、そう喋ってはないけどって思ったんでしょうね、きっと。葛藤はあったんだろうけど、その僕なんかにできるのかみたいな、こんな未知の敵と戦うことができるのかみたいな葛藤はあったんだろうけど、ここで大勢はね、やりますと、僕をシンカリオンに乗せてくださいと決断するんですよね。ここが本当に素晴らしかった。本当になんかこの大勢のこのなんか弱さみたいなのを最初に描いてて、でそれを乗り越えるというか、殻を破るというかね、成長する姿をこう見せるっていう、この丁寧な描き方ね。はい。でなんと第1話その僕をシンカリオンに乗せてくださいで終わるっていう。今までのシンカリオンだったら絶対にシンカリオンに乗ります。でシンカリオンの変形シーンが描かれます。で敵を倒します。でちゃんちゃんと終わるんですけれども、この最初の初代とかこの2期とか今までそうだったんですけど、なんと今回シンカリオンに乗らずして第1話が終了してるってところがめっちゃ珍しいなと思いました。それだけ大勢であったり周りのキャラクターであったりを結構その環境とかを丁寧にね描いてました。はい。途中で本当ちょっと冒頭でね、なんかこのシンカリオンが戦う姿が描かれるんですけれども、そこはそのなんかきっと多分視聴者にシンカリオン見せるためにね、今回シンカリオン出てこないから、ロボットがだからちょっと戦わせるっていう未来の姿みたいなのをちょっと見せたのかなと、思いますけれども、はい。
で、まあそこで終わるっていう。まあっていうね、毎話かわかんないけど、結構こういう、なんか、それぞれのキャラクターの、まあ、コンプレックスみたいなものとか弱いところみたいなのがあるんですよね。そこを丁寧に描いて、そこをどうやって克服していくか、どうやって成長していくかっていうのを描いていくのが、このシンカリオンチェンジザワールドのめちゃくちゃおもろいところで、結構泣きそうになったりするんですよね。はい。まあ、というところかな。今回第1話めっちゃ僕がね、好きだったシーンは。まあ、もっとあるんだけどね。一番はそこかなと思います。で、あとは、まあ、りょうたがめっちゃ空気読んでくれるムードメーカーってところですね。りょうためっちゃ好きですね、僕は。はい。例えば、なんか大勢がね、実は大成稲さんの弟でってなった時に、クラスのみんなが、すげーってなったけど、でも確か大成稲さんって行方不明になったよなみたいなことをボソッと誰か言った時に大勢が、生きてるよってちょっと叫んじゃうんですよね。それで、なんかこいつやべえなみたいになって、ちょっと雰囲気悪くなるんですけど、そこで亮太が、そういえば次は移動教室だなみたいなことを言って、そうだったってみんな言って空気変えてくれたりとか、あと、お姉ちゃん生きてんだろみたいな。なんか誰も信じてくれないのしんどいだろって言って信じるんですよね。稲さん生きてんだろって。亮太はね信じてくれるっていう優しさね、っていうところがあります。はい、だからめっちゃ亮太は好きですね。はい。で、まあそう信じるよって言って、でまあその後ねエルダっていうなんかすんごいね組織があるんだよって説明を亮太にした時も。まあ信じてもらえないだろうけどみたいなこと亮太はボソッと言うんですけど、大勢は信じるよって言ってね一言で信じるよと、はい、言ってくれたと。それもさっきのねお姉さんを信じてくれた亮太が信じるよって言ってくれたから大勢もそれに応えるみたいな、そういうこの友情とかね、なんか本当にいい人たちが周りにいるからこそ大勢もシンカリオンに乗る決意ができたのかなっていう気もしますし、まあ、っていうねところでしょうか。まあですね。はい、第1話に関してはということで、皆さんも何かね感想ありましたらぜひコメントしてください。このチェンジ・ザ・ワールドだけじゃなくても全然この昔のシンカリオンこうだったよねとか、シンカリオン Z のこれ良かったよねとかでもいいんですよ。はい。ということでね、はい。なんか結構原点回帰っぽさもあっていいなと思いましたね。この初代がもうめっちゃ新幹線大好きで、この隼人くんが何でも新幹線で例えたりとかするぐらいの新幹線好きで、もう新幹線めっちゃ乗ったりとかっていう、感じなんですけど、まあそれっぽさもありね、っていうところ、この大勢くんがめっちゃ新幹線、鉄道が大好きっていうね、ところがあってよかったですね。あとは鉄道博物館が出てきたりとか大宮とか出てきたりとかね、っていうので、そこら辺めっちゃ、ね、なんか原点回帰っぽいなっていうのがありました。でも結構ねだいぶ違う、本当に心機一転というか、本当なんか誰でも見やすくなったんじゃないかなと思います。前のやつはやっぱ子供がだいぶメインターゲットになってたと思うんですけど、今回のは全然大人でも本当におもろいって思えるような、アニメだと思いますので、気になった方はぜひアニメ第1話ね見てみてください。ということで今回の動画は以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。